ガイアフローの中村太光です。ガイアフローは2012年の6月に私がスコットランドのアイラ島を旅したことがきっかけで、ウイスキーを製造するという目的でスタートしています。2013年の4月にウイスキーの販売を始め、それと同時にウイスキーの蒸留所を作るプロジェクトもスタートしました。そして2016年の10月にはこの静岡市の玉川の土地でウイスキーの製造をスタートすることができています。早いものでもうそれから4年が経ちました。最初の年に製造したウイスキーの原酒はようやく3年間の熟成を経て、スコットランドの法律に定められた規定をも満たし、世界的にも胸を張ってウイスキーと呼べるものが出来上がりました。今日この日、シングルモルトウイスキー静岡プロローグ系ようやくリリースいたします。その日を迎えられたことはとても嬉しく思います。これから静岡のウイスキーの作り方、そして特色をご案内します。ですか。私たち静岡蒸留所では創業開始当初から日本産大麦麦芽を仕込みに使っています。通常ウイスキーの原材料として高価な日本産の大麦麦芽を使われることはありませんが、静岡蒸留所ではジャパニーズウイスキーのさらなる可能性を追求して毎年生産量のある割合を国産麦芽で仕込んでいます。国産麦芽で作られた原酒は日本らしいデリケートで繊細な味わいを感じさせてくれます。今回のプロローグ系では原材料の半分に日本産大麦麦芽を使っています。そして残りの半分は海外産の麦芽を使いました。3割はスコットランド産のピーテッド麦芽です。スコットランドで伝統的に使われているピートは草木が炭化した泥炭です。泥炭で燻蒸された麦芽は原酒にスモーキーな香りとまろやかな味わいを与えてくれています。残りの2割はピルスナービール用の大麦麦芽を使いました。ドイツ産とカナダ産というそれぞれ違った味わいの個性を持った麦芽を合わせて使っています。こんにちは。この度はガイアフロー様のウイスキーが初めて出荷されますこと誠におめでとうございます。私は玉川地区自治会連合会の本間です。安倍川の上流の自然豊かな清流の里玉川の水を利用してウイスキーが作られ出荷されますこと玉川の全住民心より喜んでおります。おめでとうございます。この玉川の力ですね、日本をはじめ世界へと羽ばたくガイアフロー様の発展が私ども玉川の発展の一助となれば幸いと思っております。おいしい水で、水と、ガイアフロー様の心温まる製造によって出来上がったおいしいウイスキーを多くの皆さんに味わっていただきたいと思います。以上、ようつきませんが、このウイスキーが多くの皆様に愛され、ガイアフロー様がますます発展しますことをご祈願申し上げ、お祝いの言葉に返させていただきます。本日は誠におめでとうございます。中村社長、ファーストリリースおめでとうございます。本当におめでとうございます。もうこの蒸留所始まってからこの今までのこの期間ですね、思い出せば早かったのか、今まで
あっという間だったのか、これいろんなね蒸留所始まってからのご苦労もあったと思います。今日を迎えれるね日、どんな思いになるのかなって、もう本当に僕たちは本当にただただおめでとうございますという気分でいっぱいです。蒸留所改めて拝見させていただきましたけど、本当にやっぱすごいなと、思いました。そして、この原酒、そしてこの製品の、テイスティングまでさせていただきまして、でこのねファーストリスの第一発目のウイスキーがこんなに美味しいんだっていうのを本当に感動しました。本当にこうウイスキーのねプロではないんで個人的な感想になってしまいますけれども、本当に美味しいなって思いましたので、この一発目からこんなに美味しいウイスキーができるっていうことの羨ましさとすごさ、本当に改めて実感しました。それを考えるとですね、うちの醸造所の一発目のビールはですね、皆さんに謝らないといけないような謝罪会見から始まったのを思い出してしまいましたけれども、本当にそういうことを考えるとですね、この一つ目第一発目のリリースっていうのが本当にこんなに素晴らしい商品で、この世にですね送り出されるっていうことを本当に素晴らしいことだと思っております。そして第2、第3弾というのを非常にまだ期待をしてお待ちしております。今後とも頑張ってください。そして青いビールもよろしくお願いします。ありがとうございます。麦芽から糖分を抽出する糖化という工程は目立たないながらもウイスキー作りの基礎となる重要な作業です。原酒のクオリティを高めながらなるべく多くの糖分を引き出すという2つの異なる要素を両立させるべく、日々お湯の温度を 0.1 度までこだわったりといろいろな試行錯誤を続けて製造しています。静岡では木槽を使って発酵を行っています。ウイスキーの世界で一般的なオレゴンパインの木槽と史上初めての日本の杉を使った木槽があります。どちらも日本最後の大桶職人である上柴さんが製作しています。杉は地元静岡の山で育った杉を使っています。静岡の林業関係者の方にご協力いただき、日本トップクラスの杉をご提供いただきました。木槽発酵槽での発酵は乳酸菌を含むその土地由来の複雑な微生物環境によって豊かな香りを持った原酒が醸造できると言われています。ウイスキーの蒸留は2回行うため、一般的には2基の蒸留機がありますが、静岡蒸留所には1基目の蒸留を行う蒸留機が2基あるため、合計3基の蒸留機が稼働しております。一つは薪を燃やして直火で蒸留をする蒸留機 W、 もう一つが今はなき軽井沢蒸留所より移設をした蒸留機 K です。今回のプロローグ K ではこの蒸留機 K で蒸留した原酒のみを使っております。軽井沢蒸留所は2011年に閉鎖されましたが、とてもクオリティの高いウイスキーを作っていたため、ヨーロッパや
アジアで名が知られております。弊社は幸運にもその製造設備を引き継ぐ機会をいただきました。蒸留機もオーバーホールの末見事によみがえってくれました。蒸留機 K はスリムで伸びやかなシルエットをしていて、蒸気の間接加熱方式を採用しております。蒸留された原酒はスリムでフルーティーな味わいになります。Hi, it's the Blackadder here. Well, congratulations, Taiko and Mika. At last, the first Shizuoka single malt whiskey is rolling out in Japan. I can still remember a few years ago standing with you, Taiko, under our umbrellas on that vacant spot of land where you said, "This is where I'm going to build my distillery." Well, you've certainly built it. You've made some wonderful progress, beautiful building, beautiful situation, and I am sure everyone will agree, producing fantastic whiskey. Congratulations to you both, Taiko and Mika, and lots of love from all of us at Blackadder, myself, Michael, and Hannah. Bye for now. At Shizuoka Distillery, it's all about the man and his dream, or maybe the man realizing his dream. Because if I got there for the first time in September 2014, there was just an empty land with beautiful surroundings, beautiful sceneries, and a beautiful nature. Today, there's a boutique distillery producing some great Japanese distillates. And all we can say is congratulations to Taiko and Mika, and we wish you loads and loads of success for the future. 静岡蒸留所で3年間の熟成を経てウイスキーが誕生しました。ウイスキーは土地の気候風土が育てると言われています。静岡は温暖な気候で知られ、ここ静岡蒸留所も山間部にありますが、冬場でも雪が降ることはありません。この暖かい風土の中、熟成は早く進みます。同時に原酒の揮発する現象である天使の分け前も年間 5% にも達します。静岡のウイスキーはこの土地に多くの原酒を献上して生まれてきています。プロローグ系ではファーストフィルのバーボンバレルで熟成された原酒のみをブレンドしています。バーボン樽での熟成は原酒の味わいを素直に表現し、スモーキーな香りを引き立ててくれています。
静岡蒸留所ではこのように静岡独自の造りを目指してこれまでウイスキーを作っています。そして今回できたのがシングルモルトウイスキー静岡プロローグ系です。まずこのチューブですね、ウイスキーの保護をしっかりするためにあえてチューブにしました。すべて紙でできています。これも静岡の工場で作っていただいています。これが静岡蒸留所最初のシングルモルトプロローグ K です。軽井沢蒸留所から移設した蒸留機 K で蒸留した原酒のみをブレンドしています。原材料は日本の大麦を半分以上使っています。そして3割はスコットランド産のピーテッド麦芽でスモーキーな味わいも加わっています。さらにはドイツそしてカナダ産のビール用の麦ですね、お麦を使って豊かな香りを実現しています。樽はすべてファーストフィルのバーボンバレルを使っています。原酒の持つ素直な味わいを表現できているんじゃないかと思います。今回ボトルにも非常にこだわりました。まずシールは熱収縮のシュリンクシールを使い改ざんですね、詰め替えができないようにしました。さらには線ですね、このキャップはスクリューキャップを今回採用しました。スクリューキャップはしっかりと密封することができます。コルクのように時間が経ってですね、アルコールが抜けて、お酒がへたってしまうということもかなり可能性は低いと思います。そして私がコルク栓で今までいろいろ経験してきたカビ臭ですね、カビ臭によってお酒の品質が損なわれてしまうというそういう行為自体もスクリューキャップであればかなり減らすことができるというふうに考えています。そしてこのボトルもご覧ください。この形ですね、肩の形は実は軽井沢から移設した蒸留機 K のまさに肩のねラインと同じなんですね。そういうところにもこだわって今回このボトルを使っています。中村さん、静岡蒸留所の皆さん、シングルモルトウイスキーの発売、本当におめでとうございます。この日を心待ちにされていたのではないでしょうか。2016年の開所式のことが昨日のことのように思い起こされます。これからもお互い助け合いながら、時として競い合いながら、日本のウイスキーを盛り上げていきましょう。プロローグ系リリースおめでとうございます。今は亡き軽井沢蒸留所の流れを組むポットスチル系からこの商品ができたことは感慨深いものがあります。実は軽井沢蒸留所は
ワインで有名な高浅井介さんたちが建設し、初代のポットスチルの設計もしました。生前浅井さん言っておられました。スコッチウイスキーを作ることはできないけれども、品格の点でこれを上回るものができる。日本らしいウイスキー作りを考えることが大事だ。中村さんご夫妻の思いのこもった素敵なウイスキー作りをこれからも続けてください。本日はおめでとうございました。このシングルモルトウイスキー静岡プロローグ系、12月19日より全国5000本限定で、全国の主販店で販売になります。ぜひ皆様お手に取って、そして、飲んでみていただけたら嬉しいです。私たちガイアフローは日本のお酒の可能性をいろいろと広げていけたらというふうに考えています。ようやくこれからスタートいたしますので、ぜひ末永くお付き合いいただければ嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。中村太閤でした。皆様どうぞ良い一日を、そして良いお年をお過ごしください。